前線のハンガリーグランプリの角田裕樹は、予選で最終アタックのセクター3のミスで、リカルドに敗れ、決勝ではスタート直後の混乱から抜け出し、11位に浮上したものの、その後のストラテジーで完全にその優位性を活かせず、結果としてギャンブル的な戦略がハマったリカルドに負けてしまいました。このような理由があるにせよ、シーズン終盤、それ以降は、角田裕樹はハンガリーでリカルドに負けたという結果しか残らなくなります。これが、結果が全ての F1 の世界の怖いところで、特に中団、下位チームのドライバーにとっては、自身のシートを守るためには、チームメイトを上回る必要があります。今回のベルギーグランプリまでは、復帰したリカルドにとって、マシン、チームに適応するための猶予期間となりますが、それでもリカルドは、角田裕樹を倒すために全力で挑むことでしょう。前線のハンガリーがこのような結果だっただけに、角田裕樹にとって非常に重要なグランプリになりました。ベルギーグランプリが終われば、約1ヶ月間のサマーブレイクに入るので、ベルギーグランプリの結果次第では、サマーブレイク中の精神状態も変わってくると思います。今シーズンの角田裕樹は、アゼルバイジャンとモナコで Q3 進出を果たしていますが、直近の5戦では4度 Q1 落ちをしており、平均獲得グリッドも16と完全に下位に沈んでいます。アルファターリはかなりのアップデートを投入しているにもかかわらず、この位置が定位置になっているというのが辛いところです。ハンガリーグランプリでは、新型フロントウィングを FP1 で壊してしまった角田裕樹ですが、ベルギーグランプリでは、その新型フロントウィングを装着していました。ベルギーグランプリの舞台であるスパフランコルシャンには、スパウェザーという言葉があるほど、天気が変わりやすいサーキットとして有名です。今年のベルギーグランプリは、まさにそのスパウェザーによる波乱が起きるかもしれません。FP1 から雨に見舞われ、ほとんどのマシンが数周しか走らないセッションとなってしまいました。つまり、どのマシンもぶっつけ本番で、その後の予選を迎えることになったと言えます。今回のベルギーグランプリは、スプリントが開催されるため、初日に決勝の予選が行われ、2日目は完全にスプリントだけの日となり、スプリントの予選、決勝が行われます。その後行われた F3 の予選終盤から天候が回復し、その後路面はドライ状態になると思われていましたが、F2 の予選は急に雨が降り出し、F1 の予選開始時には路面はウェット状態でした。それでは、予選 Q1 の角田裕樹とリカルドのタイムを見ていきましょう。インターミディエイトでの1回目のアタックで、角田裕樹は2分4秒645をマークしていますが、リカルドはコンマ2秒を上回っていました。2人はチャージラップを入れ、そのまま2回目のアタックに入りました。2回目、角田裕樹は2分1秒662で、リカルドはコンマ5秒落ちの2分2秒159でした。その時点でライン上は徐々にドライ状態となっており、すべてのマシンがソフトタイヤでラストアタックに挑んでいました。角田裕樹は1分59秒044で、その時点での4番手タイムをマークし、リカルドも1分59秒483で、6番手となりました。しかし、リカルドは痛恨のトラックリミット違反をしてしまい、タイム抹消により、19番手で Q1 敗退となったのです。最終的に角田裕樹は9位で Q2 進出を果たしています。これで、実に5戦ぶりとなる Q2 進出となりました。そしてドライ状態となった予選 Q2、角田裕樹は1回目のアタックで1分56秒761で、その時点の7番手タイムをマークしています。2回目のアタックでは1分53秒148を叩き出し、一時タイムシートのトップとなりました。これこそが時折見せる角田裕樹の魅力と言えます。しかし、走れば走るほど、路面状態が良くなる状態だったため、その後アタックしたマシンに次から次へと抜かれてしまい、最終的に11位で無念の Q2 敗退となりました。しかし、Q1 と Q2 では、高速区間のセクター3で全体ベストをマークする速さを見せていました。最終的に Q2 では、
サインツがセクター3のベストタイムを更新しましたが、僅差で角田祐希が2番目に速かったのが印象的でした。これがアルファタオリのアップデートの効果と言えるでしょう。Q2 の結果がこちらです。これを見ると、トップ5のチームが10位まで占めていることがわかります。これまでのトップ4にマクラーレンが加わり、現在はトップ5が形成されたといえ、11位の角田祐希と10位のマックスとのタイム差はコンマ4秒もあるので、トップ5の誰かに何かが起きなければ、残りの5チームにはノーチャンスかもしれません。そんな中で、11番グリッドを獲得した角田祐希の評価は上がったと思います。この走りをスプリントと決勝で維持できれば、たとえ入賞はできなくても、再びパワーランキングで選ばれそうですね。今回のベルギーグランプリは、2日目も雨、3日目も微妙な予報が出ています。アルファタオリなどの中団、下位チームにとっては、それが恵みの雨となり、良い意味での波乱が起きることに期待しましょう。予選を終え、角田祐希はこう語っています。今日は全体として、チームにとって良い一日だったと思います。トラックリミットがなければ、ダニエルも Q2 に進出していたので、僕たちには励みになります。マシンは安定して良かったですし、チームは3レース前に苦戦した、インターミディエイトでの良い知識を集めたと思います。常に快適でしたし、いい状態でした。Q1 でチームが僕をピットに呼び戻し、ソフトを履かせましたが、僕は速くなるとは思っていませんでした。最終的にはそれが正しい判断だったので、彼らには感謝しています。Q2 では、ほとんどのマシンが僕の後ろにいたので、コースが急速に良くなっていたこともあり、彼らはそのチャンスを生かすことができました。最下位チームのアルファタオリは、角田祐希とリカルドが協力し、マシンを良くする必要があります。そんな中でも、チーム内バトルを制する必要があるので、すごく難しい状況と言えるでしょう。とにかく、角田祐希は百戦錬磨のリカルドから多くのものを学び、自分の強みにしてほしいです。そして驚きなのが、大型ルーキーのピアストリの活躍です。F1 で11戦しか経験していないにもかかわらず、あのノリスを完全に凌駕し始めているのです。Q3 では最終的に6位となりましたが、Q1 と Q2 でも常に上位でした。チームメイトのノリスは、コンマ3秒落ちの7番手となりましたが、明らかにピアストリがノリスを凌駕していると感じました。ノリスといえば、今ではメルセデスやフェラーリ、そしてレッドブルが獲得を狙っている次世代のヒーローの一人です。明らかに下位カテゴリーの成績はピアストリが上で、彼には F3 と F2 を参戦初年度で制する適応力があります。それをここ数戦の F1 でも証明していると言えるでしょう。F1 の世界は、運とタイミングが必要になりますが、ここまでのピアストリは、アルピーヌを離脱して良かったことになります。今後彼がどこまで伸びるかは誰にもわかりませんが、今のところ、マックス級と言えるのではないでしょうか。もし今後、ノリスが彼に圧倒され続けることがあれば、チームは若きピアストリを中心に考えるようになるかもしれませんね。とにかく、今後が非常に楽しみな逸材が現れたのは間違いなさそうです。それでは、次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみんと。